なんか君だけ世界観世代に間違えてないってなった漫画のキャラ。普通の軽音部のりんちゃん。タイトルの通り爽やか青春軽音漫画を読んでるつもりだったんだけど、途中から明らかにデスノートばりの心理戦が水面下で繰り広げられてる。法律が許すギリギリの範囲で好き勝手しまくる3月のライオンの妻子捨てを将棋の漫画でなんてもんだすんだ。茜話の裏師匠。落語を披露する時の世界描写としては他の人とそこまでは変わらないんだけども、あまりにも絵面があれで世界線が違うどこかのラスボスか人形の人に見えてしまう。うらら師匠は推定年齢が〇〇歳な時点で別世界線の人物であながち間違ってないんだよな。ドラえもんのスネ吉兄さん。この人のジオラマ解説パートはこち亀みたいなノリになってる。2ページ使ってのジオラマ解説だからな。キャプテン翼のミューラーくん。サッカー漫画なのに仮面ライダーのような特訓をしている。作者公認世界観間違ってる人物。名探偵コナンの京極さん。基本ミステリー漫画なのに一人だけバトル漫画みたいな戦闘力の持ち主。本当か？本当に一人だけか？割と気軽にバトルものみたいなアクションするやつ出てこないか？あの世界刃と同じ世界線だから間違ってないぞ。これはロールパンナちゃん。一人だけ対象年齢が5から10くらい上だと思う。生まれる前に悪の手により二重人格にされ、愛する妹に危害を加えることを恐れ、一人暗い洞窟で暮らすキャラ。確かにアンパンマンの世界観じゃないな。アンパンマンならシャイン王子も頭身とか顔つきとか昔からなんか違うと思ってた。銀のさじ。主人公の父親。本は可能病学園ものなのにこの人だけ剥がれんの空気感。これはイシュバール帰り。おぞましい飲酒村からただ一人生き延びた母親にありとあらゆる暗殺術を仕込まれ、最後の試験として母親を殺害した男。北斗の剣の制定ですか？いいえ。現代日本を舞台にしたミステリー漫画の登場人物です。偉人館村殺人事件。六世隆一。トリックを全部暴かれて犯人と指摘された状況から暴れて警官2人戦闘不能にして最後のターゲット殺すほどのやつはミステリにいたらいけないのよ。修羅の門の世界に行っても結構いいとこまで行きそう。シャドウハウス。奇妙な屋敷の中で暮らす人間を模倣した怪物とその怪物に洗脳され付き従う人間たちを描いたミステリーホラーサスペンスの中で一人少年ジャンプやってる男、ジョン様。ジョンパン近く生の流れはとっても少年ジャンプでした。ラッキーマンに登場した世直しマン。鎧姿がかっこよかったため、努力マンに、デルマンが間違えてる、どっちかというと大の大冒険と突っ込まれている。それに対して、私も蒲生なんかより稲田先生に書いてほしかった、とめたなやりとりをしている。進撃の巨人のファルコ。人と人とが恨み憎しみをぶつけ合う世界でなぜか最初から森を抜けていた少年。しかも恋する幼馴染への甘酸っぱい告白まで成功している。ちょっと光属性すぎ的にデルマンが間違えてないかってよく言われている。おいしんぼのクリスさん、ガチでマジの超能力者。テレポート能力で北海道と鹿児島と銀座を日帰りで回った。ただ、結局は食の話になるから世界観からは外れてないかもしれない。この人当たり前のように時間移動もしてなかった？してた。山岡がいつも通りこの食材は旬じゃないねとか言い出したので、場所移動のついでに旬の季節にも移動した。前からどうやって見せようかなって考えてたんだぞ。集団をリスクなしで瞬間移動&時間速報はスピリッツどころかジャンプでもできるやつそういないぞ。平和なラブコメに現れたレイパー、通称パコさん。モブ悪役なんだけどおよそ少年誌のラブコメ漫画には存在してはいけないタイプの凶悪犯。ラブコメの主人公を殺しかけたとんでもない凶悪犯罪者で警察に連行されてからその後一切悪人が出てこないけど、だからこそ異質さが半端ないし作者はどういうつもりでパコさんたちを出したのか気になる。パコさんはレジェンドすぎるよな。少年誌に青年誌とか成人漫画のリアルな敵が乗り込んできた恐怖よ。ボボボーボボーボボの略強。先方といい残虐性といい色々とエグすぎてボーボボたちのボケでも中和しきれてなかったやつ。個人的に新説含めても異質で怖い敵だと思う。言動と戦い方がヤバいだけでなくパッチボボーはそこまで追い詰めるだけの実力があるのも恐ろしい。武装錬金、キャプテンブラボーの身体能力。どうしてパワーアシストなしの素の腕力、それも攻撃の余波だけで海を割ってるんです。寿エンパイアの安臣さん。寿司職人の漫画なのに不老不死の180歳キャラを出すんじゃない。お前だけカテゴリーが違うんだ。黒子のバスケ、緑間慎太郎。一人だけバスケの常識を破壊しているやつ。タイマンだと最強ではないから許されてる男だ。こんなのいたらバスケのルールの方を変えなきゃいけないとか言われてたかな。ドライブに登場したボスザルの弁。
乗り物を使ったアクション漫画でこの回は町や畑を荒らすニホンザルの群れを退治するという話だったはずなのに、群れのボスが前作のアームズのエブリゴリの実験体と言われても納得できそうな化け物だった。普通の人間しかいない漫画で猟銃を平然と扱う大猿は面白いけど、ちょっと待て、案件でしょ。あの話全般でギャグがきっぺきれで作者の先生方楽しんで書いてるんだろうな感が伝わってきて大好き。みーちゃんと山田さんの佐藤くん、男キャラが大体ろくでもない中でなんか少女漫画的というか乙女芸的というか綺麗な男子すぎる。カイジや牛島くんに裏のない清純派美少女が出てきたみたいな違和感。じゃあこっちは牛島くん世界随一の善人竹本。自分がどんなに騙されようと人の善意を信じ続け、ホームレスの一文なしになっても人助けをしようとするレベルのお人よし。最終的に絶対改心不可能な奴らの借金を進んで全部背負って親友だと言い合っていた牛島の手で地獄を送り、おそらく原発事故後の原発清掃作業員数十年コース。牛島くんが唯一泣いて後悔した取り立て相手。ガンダムシードじゃなくて G ガンダムの世界にいるべきだろと言われる男。バリーホー、ラーメン最有機の石原誠。普通のグルメうんちく漫画なのにこいつだけアイデアがひらめくと名神が降臨し自身に雷が落ちてメガネが破裂する。なお割れたメガネの後始末は回を重ねるごとにスムーズになっている。ウィッチウォッチのジュンくん。英語の教科書界隈。久々に登場したと思ったらグレてたの好き。ナルトの柱間、細胞が明らかにおかしい。柱間とマダラの過去の戦いはなんか普通に大力さら地にしそうな勢いだったな。山切り飛ばしていたし。怪しのセレスの小田急さん。作品のオアシス。懐かしすぎて吹いた。確かに一人だけ絵面が藤子ワールドだったな。永遠の消防隊の杉田すみれおばさん。ジャンルが違うっつうか次元が違うっつうか。初見時は度肝抜かれたわ。画風が違うとかいうレベルじゃねえ。アニメ学校の怪談の闇目。他のはラスボス含めて妖怪幽霊の類だが、こいつは怪談じゃなくてクトゥルフとかそっち系のヤバさと怖さだと思う。普段は退治できるかなとか煽ってくる天の弱が一目で、こいつはやべえぞと主人公の助けに入り逃がしてくれるレベル。漫画版バトルロワイヤル。桐山の強さが盛られるプラス作画の性癖で杉村の憲法が盛られるイコール超人バトルが発生。杉村の憲法自体が大概だが、長年の鍛錬の末のそれを見よう見まねで勧告する桐山がほんとバグってる。ジンさんのサイドエフェクト。未来史。他のキャラが持ってるサイドエフェクトは元々の思考力の強化。感覚の延長線上って感じなのに、これだけ明らかに異能。他にも色々と世界観が違うキャラいましたが、とりあえずこの辺で。ところでうらら師匠の年齢は気になっていたので調べましたが、本当にそうなの？そんなことって。衝撃的なキャラの年齢をまとめた動画も面白いです。次はどんな漫画のネタをまとめようかな。またよろしくお願いします。